はいどうも、ムーンベースカズです。今回は世界中で放映されているテレビ番組から映画、ドラマ、バラエティ、さらに大人向けのビデオまで無料で見られてしまうスマートテレビボックスの紹介です。それがこちら、PKV7 プラスです。この PKV7 プラス、他のスマートテレビと違って日本語の字幕に対応した映画やドラマも多数ラインナップされているんです。さらに AI のリコメンド機能も搭載。自分の視聴履歴からおすすめの作品を教えてくれます。さらに iPhone や Android のスマートフォンでもテレビや VOD が見られるんです。すごくないですか？かなり便利で楽しめる作品もいっぱいのテレビボックスです。そこでこの PKV7 プラスのディテールとスペック、使い方、見られる番組を詳しく解説していきます。それでは行ってみましょう。こちらが PKV7 プラスです。AI マジックボックスってあるように AI のリコメンド機能が売りです。裏には細かくスペックが書かれています。このスペックは後ほど解説します。それでは開封しましょう。こちらがパッケージ内容です。PKV7 プラスの本体、電源アダプター、電源用の USB コード、HDMI ケーブル、マニュアル、リモコンです。こちらがテレビボックスの本体です。プラスチックなんですが、シルバーのマットな光沢が上品で高級感がありますね。サイズはかなりコンパクトです。手のひらサイズですが、ずっしりと重量感があります。サイズは幅と奥行きが9センチ、高さが 1.7 センチ、重さは 208g です。前面にはモニターはなくて動作状況を示す LED があります。背面には USB-C の電源ポート、イーサーネットポート、HDMI 端子、光デジタル端子、3.5mm の AV 端子があります。横には USB3.0 の端子が2つ、マイクロ SD カードのスロットが1つあります。裏面はこんな感じ。滑り止めのゴムがついています。スペックもチェックしましょう。スペックはこちらの通りです。CPU と GPU はテレビボックス用として定評のあるチップが採用されています。4K の動画もスムーズに美しく再生できるチップです。RAM も 4GB あるんで、アプリの切り替えや動作もサクサクと動きます。ROM は 64GB でアプリをたくさん入れたり、動画データも保存できます。足りない場合はマイクロ SD カードや USB でつないだハードディスクも使えます。OS は Android 12、バージョンはちょっと古めですが、スマートテレビ用としては十分ですね。無線は Wi-Fi 6、有線 LAN は 1GB です。高速で通信できるんで、遅延なく動画が再生できます。映像は 4K 出力に対応しています。HDR10、HDR10 プラスにも対応しているんで、より鮮やかでリアルな映像が楽しめます。さらにこの PKV7 プラスがすごいのは、AI によるリコメンド機能が本体に組み込まれているんです。見てきたコンテンツによっておすすめのコンテンツが自動でリストされるんです。スマートテレビってとにかくコンテンツが多くて探すのが大変なんですが、自動でおすすめがわかるのは便利ですね。リモコンです。音声入力に対応しています。そしてエアーマウスにも対応しています。ここはアプリの起動ボタンです。YouTube 用のボタンもあります。残りのボタンには好きなアプリを設定できます。電源は単4電池2本を使います。電源アダプターです。各国の変換アダプターが付属しています。日本で使うときはこの2ピンをセットして使えます。出力は 5V2A なんで対応した他の USB 充電器も使えます。説明書です。パッケージに付属の説明書は中国語と英語です。セッティングをしていきましょう。HDMI でモニターとつないで電源アダプターを差し込みます。接続はこれだけ。簡単ですね。電源が入ると起動画面が立ち上がります。PKV のロゴが壮大に表示されます。それでは初期設定をしましょう。まず本体とリモコンのペアリングです。リモコンのプラスとマイナスを同時に長押しします。
言語設定です。日本語を設定します。画面の大きさの設定です。これは合っているんで次に進みます。Wi-Fi 設定です。接続する Wi-Fi を選んでパスワードを入力します。次に時間の設定です。タイムゾーン選択を押します。そして東京を選択します。次に面積事項をちゃんと読んで同意するを押します。これでセッティングは完了です。PTV でいろんな番組や映画を見るためにアプリをインストールします。ホーム画面のこのアイコンを押します。Google 検索が立ち上がるんで、検索窓に 45858.cc を入力して検索します。PTV 用のアプリのページが表示されます。まずここにある CJOY のアプリをインストールします。いろんなテレビ番組や VOD コンテンツが見られるアプリです。次に MeetTV をインストールします。これは大人用のビデオが見られるアプリです。ではホーム画面に戻ってショートカットを設置します。このプラスアイコンを押します。アプリ一覧から先ほどインストールしたアプリを選択します。CJOY と MeetTV です。リモコンの戻るボタンを押すとホーム画面にショートカットが設置できました。テレビ番組などを見る前に YouTube で画質のチェックをしましょう。自分の YouTube の動画を見てみます。画質は 4K です。パソコンのモニターを撮影した映像ですが伝わりますかね。とても精細で色鮮やか、美しいです。動きのある映像も滑らかですね。映像の再生能力は高いです。では世界各国のテレビ番組と映画などの VOD が見られるアプリ CJOY をチェックします。コンテンツはジャンルごとに分かれています。まずはライブを見てみましょう。ライブは世界各国で今放映されているテレビ番組が見られます。見られる国とチャンネル数はこちらの通りです。アジア系のテレビ番組が充実していますね。日本も76チャンネルが見られます。国だけじゃなくてスポーツや音楽などのジャンルごとにも見られるようになっています。日本のチャンネルをチェックします。日本のチャンネルはこちらの通りです。キー局に加えて BS 放送、スポーツや映画、宝塚などの専門チャンネルが揃っています。地方局は関西系がメインで他の地域は少なめです。テレビ番組の映像は綺麗で滑らかです。ブロックノイズがないのもいいですね。とっても見やすいです。ただちょっと気になったのはチャンネルによっては音声がちょっとだけ映像とずれるものがあります。ほんのわずかなんですが、喋る口の動きより音声が少し遅れて流れることがありました。全部のチャンネルというより一部のチャンネルなんですが、これはアプリのアップデートで治るといいですね。チャンネルによっては見逃し再生にも対応しています。日本だとこの16チャンネル、民放のキー局は少ないです。BS 放送と専門チャンネルがメインです。こんな感じで過去7日間のテレビ番組が再生できます。ただ表示されている番組名と実際に再生される番組が違うのが気になりました。スポーツもチェックしましょう。見られるチャンネルは96チャンネルです。野球やサッカー、バスケなどのメジャーどころからクリケットなどの日本じゃなかなか見られないスポーツも揃っています。音楽は4チャンネルと少ないです。音楽好きにはちょっと物足りないですね。VOD のラインナップをチェックしましょう。まずはおすすめです。おすすめは全体のコンテンツの中から人気の作品がリストされます。一番上には AI サジェストが表示されます。この AI サジェストは映画やドラマなどそれぞれのタブにも表示されています。AI サジェストってあるようにこれまでに見たコンテンツから AI が分析して自分に合ったコンテンツをリストしてくれる機能です。さらにコンテンツを選ぶとこんな感じで似た作品をおすすめとしてリストしてくれます。ではコンテンツのジャンルに戻りましょう。映画・ドラマ解説。これは予告編みたいに内容の説明がついた作品が並びます。作品を選ぶと中国語で内容の解説が流れます。そして見たいなってなれば本編を見るを押して作品を見ることができます。中国語がわかる人にとっては便利な機能です。他にもコンテンツのジャンルはこんな感じで映画やドラマ、バラエティ、アニメなどで分かれています。
広東語やインドなど言語で分かれているのも面白いですね。映画のラインナップを見てみましょう。今公開されている映画もあります。最新のものから古い名作まで結構あります。ジャンルも多彩です。ジャンルはさらに細かく分類されています。分類ごとの数を見てください。かなりの数がありますよね。フィルターを使えば国や言語、映画のジャンル、公開年でも絞り込みができます。主要なジャンルの作品数をチェックしましょう。まずドラマです。こちらもかなりの数が揃っています。分類ごとに作品の被りもありますが、4万前後の作品があります。次にバラエティです。音楽のコンサートから国別のバラエティ番組が揃っています。中国系のバラエティが多いですね。そしてアニメです。アニメはさすがに日本の作品が充実しています。コンテンツの画質は作品にもよりますが 4K 画質も多くてかなり綺麗です。サウンドもクリアだし重低音が効いていて迫力があります。音声は基本的にオリジナルの言語です。音声を選べるものもありますが中国語の北京語と広東語の切り替えになっています。字幕はいくつかのタイプに分かれます。まず一番多いのは中国語の字幕がデフォルトで付くものです。この字幕は消すことができません。日本の作品にも中国語の字幕がついていることが多いです。次に中国語と英語、この2つの字幕が出るものがあります。そして多言語対応です。多くの言語の字幕に対応していて、表示する字幕を選べるものです。こういったコンテンツは日本語も選べます。スマートテレビの VOD は多言語に対応していないものも多いんですが、PKV7 プラスは日本語の字幕も選べるコンテンツが多いです。こんな感じで字幕とラベリングされた作品は日本語に対応しているものが多いです。ただ字幕は翻訳者が訳したものじゃなくて機械翻訳です。意味はわかるけど情緒を感じるまではないです。大人用ビデオの MeetTV もチェックしましょう。MeetTV を見るにはパスワードの設定が必要です。最初に好きな数字を入力して送信を押します。次回からはこのパスワードで見られます。ではライブからチェックしましょう。これはチャンネルごとに大人のビデオが流れ続けます。チャンネルはこんな感じです。チャンネルは選べますが作品は選べません。早送りや巻き戻しもできないです。AI 推奨はこれまで見たビデオからおすすめのホットな作品を紹介してくれます。他にもジャンル名は読み上げないですが、いろいろなジャンルが選べます。ジャンルごとのビデオは作品ごとに選んで見られます。早送りや巻き戻しもちゃんとできます。タイトル数はかなり多いです。例えば日本のビデオだけでも3万本以上あります。海外のビデオもありますが、ほとんど日本の作品ですね。ビデオはモザイクのあるもの、ないもの、破壊されたものなどかなり過激です。あと、大人用のビデオだけじゃなくて、しっかりしたドラマ仕立ての作品があるのも新鮮です。映像の解像度はビデオにもよりますが、解像度の高いものが多いです。この PKV7 プラス、スマホやタブレットのアプリでも視聴ができます。しかも Android だけじゃなくて iPhone でも見られるんです。それでは Android や iPhone、iPad で見る方法を解説します。まずは Android です。まず CJOY を立ち上げます。リモコンの上ボタンを押します。右の移行を押します。アカウント移行画面になるんで、右下の QR コードをスマホのカメラで読み取ります。アプリのダウンロードサイトで APK ファイルをダウンロードします。ダウンロードを続行を押します。ダウンロードが完了したらファイルを開きます。インストールを押します。アプリのブロックが出た場合は、詳細をタップしてインストールを選択します。セキュリティチェックではリスクが検出されなかったんで、開くを押します。アプリを起動するとログイン画面が出るんで、ここを押します。そしてモニター画面の中央にある QR コードを読み取ります。するとログインができます。メニュー画面が表示されました。スマートテレビボックスと同じようにスマホでもテレビ番組や VOD が見られます。
外でもコンテンツが見られるのがいいですね。次に iPhone や iPad での使い方です。ブラウザーのアドレスに 45858.cc を入力してアプリのダウンロード画面を開きます。そしてここを押します。次にここを押します。次にここを押します。次にここを押します。テストフライトのインストール画面が出るんでインストールをします。テストフライトは Apple が提供する公式アプリでベータ版のアプリを使うために必要なアプリです。インストールが完了したらここを押して画面を閉じます。次にここを押して CJOY のアプリをインストールします。続けるを押します。CJOY のインストールを押します。CJOY を開きます。続けるを押します。ログイン画面が出るんで QR コードでログインを押します。CJOY の移行画面にある QR コードを読み取ります。これでログイン完了です。はい、ということで今回はスマートテレビボックス PTV7 プラスの紹介でした。日本のキー局のテレビや専門チャンネルを見たい、アジアを中心に世界各国のテレビを見たい、世界のスポーツを見たい、多くの映画やドラマを見たい、iPhone や iPad でもコンテンツを見たいって人におすすめのスマートテレビボックスです。皆さんのテレビライフの参考になれば嬉しいです。よければぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。